チョコレート蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコレート蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回はもうすぐバレンタインということで、バレンタインにぴったりなチョコレートレシピをご紹介していきます。今回の蒸しパンはホットケーキミックスを使って、かつフライパンで簡単に作れる方法をご紹介します。さらにですね、表面がパカッと割れる蒸しパンに仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、お砂糖、ココアパウダー、サラダ油、チョコレート。今回はこちらの材料で作っていきます。まずお砂糖なんですが、今回は白砂糖を使っていきます。こちらのお砂糖に関しましてはお好みのものを使ってください。そして使うチョコレートです。今回はですね、ブラックチョコレートを使っていきます。これもですね、お好みのチョコレートを使っていただいて OK です。あるいはですね、チョコチップを使ったり、2種類のチョコレートを使っても美味しく召し上がっていただけると思います。そして今回はですね、こちらの8号サイズの紙カップを使用していきます。こちらですね、100円ショップのキャンドゥさんで購入しました。両面ですね、シリコン樹脂コートがされているカップになります。こちら必ず耐熱のカップを使用してください。さらにですね、この紙カップだけだと生地を入れた瞬間にビヨーンと伸びてしまいますので、同じぐらいの大きさのシリコンカップやまたは耐熱カップの中にこのようにはめ込んで使ってください。こちらはですね、生地を作る前に必ず用意しておいてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずですね、こちら板チョコを手で割っていきます。手でやりたくない場合は包丁で刻んでください。適当な大きさで OK です。だいたいこのぐらいかな。このぐらいの大きさに砕いていきます。はい、チョコレートはこのように砕いてください。それでは続いて生地を作っていきます。まずボウルに牛乳を入れます。そしてここにお砂糖です。これをまずよく混ぜてお砂糖を溶かしましょう。はい、OK です。そうしましたら続いてここにサラダ油を加えます。そしてよく混ぜます。材料はね、加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地全体の馴染みが良くなります。はい、よく混ぜたら粉類をふるって加えます。ホットケーキミックス、そしてココアパウダーです。これをふるって加えましょう。はい、で加えたらこちらをダマができないようにしっかりと混ぜてください。はい、よく混ざりました。生地の硬さはこのぐらいです。こんな感じでね、ダマができないようにしっかり混ぜてください。それではね、今からこちらを型に流し入れていきます。で、流し入れる時はですね、こういった注ぎ口がついたものに入れ替えていただくと入れやすいと思います。ただ洗い物が増えるのでちょっとめんどくさいなっていう時はスプーンで入れてみてください。今回私はね、こちらに入れ替えて入れたいと思います。それでは移し替えます。はい、OK です。では型に入れていきます。それでは用意しておいたこちらの型にまず半分入れます。はい、このぐらいですね。そして半分入れたらね、チョコレートを1かけらから2かけらほど入れてください。こんな感じです。そしてまた上から流し入れます。だいたい8分目ぐらいになるまで生地を入れてください。こんな感じです。そしたらですね、この上に最後トッピングでね、チョコレートを乗せていきます。はい、こんな感じです。チョコレートの量は調整しながら置いてみてください。それでは残りも同じように作っていきます。はい、OK です。このように型に入れてください。はい、それではフライパンで蒸していきます。まずフライパンの底から1センチほどの水を注ぎ入れます。そして火にかけましょう。火加減強めの中火です。このまま一度沸騰させてください。はい、お水が沸騰しました。沸騰したら一度火を止めてください。この時に蒸気が上がってくるので、蒸気でやけどしないようにだけ注意してください。ではここに型を入れます。この時もやけどには注意してください。はい、入れたら蓋をします。そして火にかけます。火加減は弱めの中火です。このまま10分蒸していきます。途中でもしお湯がなくなった場合は水を追加しながら蒸すようにしてください。火加減はこのぐらいです。
はい、10分経ったので蓋を開けます。はい、こんな感じでね、表面もパカッと割れて美味しそうに仕上がってます。そしたらね、フライパンから取り出したいと思います。はい、フライパンから取り出しました。そしたらね、やけどしないように容器から取り外します。取り外す時に上のチョコレートを触ってしまうと手にくっつくので、チョコレートは触らないように注意してください。なのでちょっとね、表面乾かしてから取り出していただいても大丈夫です。はい、 OK です。このようにね、ふわふわふかふかにできました。はい、これでチョコレート蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにチョコレートもたっぷりでふわふわに仕上がってます。はい、こんな感じで中はふわふわです。そして中央部分に入れたチョコレートは溶けて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。すっごくふわふわです。食感もとてもしっとりな仕上がりになってます。このチョコレートの部分も柔らかくなってとても美味しい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレート蒸しパンのポイントです。まずチョコレートに関してなんですが、今回はブラックチョコレートを使用してます。こちらのチョコレートに関しましてはお好みのものを使用してください。チョコチップを使ったり、あとは2種類のチョコレートを使っていただいても美味しいと思います。そして生地を作る時なんですが、材料を加えたらその都度よく混ぜてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そしてホットケーキミックスとココアパウダーに関しましては、ダマができないようにふるって加えるようにしてください。その後ですね、型に入れるんですけれども、まず最初に半分ぐらいまで生地を入れて、そして中にチョコレートを少し入れてください。チョコレートを中に入れたらまた生地を乗せて、最後上にトッピングでチョコレートを乗せていただくと仕上がりも可愛くなります。あとはですね、フライパンで蒸すだけなんですけれども、蒸す時は弱めの中火で蒸してください。この蒸し時間に関しましては、フライパンの大きさなどでも変わってくる場合がありますので、だいたい10分から12分ぐらいを目安にしてみてください。仕上がってるかどうか心配な時は一度竹串を刺していただくといいんですが、その時中に入れたチョコレートがくっついてくる時があるので、そちらをね、生地と間違えないように注意してください。そして蒸している最中にもしお湯がなくなりそうになった時はお水を追加して蒸すようにしてください。そして甘さに関してなんですが、程よい甘さにしていますが、こちらの甘さに関しましてはお好みで調整してみてください。そして型から取り出す時なんですが、この表面のね、このトッピングのチョコレートがちょっとね、手にくっつきやすくなるので、手につかないようにだけ注意していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコレート蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。